プロシアの歴史18仮想サンプル D ステイト。過去3回にわたって見てきたユーリヒ・クレベスバーグの後継者争い。それらをより複雑にしたのはヘッセやウィッテルスバッハ。特に前々回は2つと考えていたウィッテルスバッハでしたが、実際には3つと考えた方がより話が通りやすくなるようです。そのウィッテルスバッハやヘッセ、それぞれの文家同士がお互いに同盟相手を違えて争ったのが事態を複雑にした大きな要因だったのではと考えるようになりました。それぞれの文系同士がどういったいきさつで争うようになっていったのか、彼らがそれぞれ組みした同盟相手は誰だったのか、それらがはっきりしてくれば、ユーリヒ継承戦争から30年戦争に至る事態の分かりづらさがもう少し分かりやすくなるような気がします。実際の歴史の推移を眺める前に、まずは仮想サンプル D ステートというものを設定して、この D ステートが分割、統合されていく過程を想像してみようと思います。もしこの想像において基本原則のようなものがつかめれば、実際の歴史の複雑さに引きずられてしまうのを避けられるような気がするからです。まずはじめにこのような紫の D ステートがあったとします。この D という民族は長子相続ではなく、兄弟分割相続がその伝統的習慣だったとします。ここを治めていた王様が亡くなって、この紫の D ステートが4人の兄弟に分割されたとします。次に青の A がまた4分割されたとします。B、C、そして D も同じように4分割されたとします。そして、ここまで細かく分割されたとします。こうなると、いろんな考え方をする人たちが出てくるように思います。婚姻関係は複雑になったでしょうし、いろんなしがらみ、いろんな恩や仇や義理、そういったものも生まれただろうと思います。例えば、青の A14。うちは B さんに嫁入れさせて以来、B さんとは随分いい関係が築けました。これからは黒で行きます。とか、青の A32。うちはどうしたわけか、周りの青の人たちとはいざこざが絶えません。本家筋ともいえる紫の D13 からお嫁さんをもらえたので、もともとの色だった紫に戻ります。とか、青の A34。うちは C さんとは隣同士のよしみで、ずいぶん長い間懇意にさせてもらっています。うちは青よりも黄色の方がしっくりきます。といった具合にです。こうなってしまうと、A ゾーンが青一色で意思統一されていた時代だったら、問題とならなかったようなことまで、何から何まで全てが争いの種になってしまうような気がします。それでも曲がりなりにもこの A ゾーンが大きな争いを回避できていたのは、この外側に大きな神聖ローマ帝国という権威秩序体制が存在し、帝国会議という話し合いの場が機能していたからだと思います。大航海時代以前の神聖ローマ帝国では、帝国会議でどうしても解決できない問題があったとしても、最終的には皇帝なり教皇なりが直接決断を下せば、それが最高意思決定として全てに尊重されていたように思われます。神聖ローマ帝国という権威秩序体制が機能していた時代だったと考えます。それが大航海時代が始まって、この権威秩序体制にほころびが出始めました。ヨーロッパのみならず、新世界までもハプスブルクは独占しようとしました。教皇さえ自分の意のままにコントロールしようとしました。さすがにこれは度が過ぎている。そういった感覚、感情がハプスブルク以外の人たちの共通意識となっていったのではないでしょうか。こうとなって帝国会議は機能不全に陥ってしまったのだと思います。権威秩序体制を失って制御不能となった力が戦争へと流れていったのではないでしょうか。
一旦戦争になってしまったら、青の A ゾーンの中の黒、紫、黄色といった飛び地は ABCD どのステートにとっても攻めるにしても守るにしてもいつでも難しい判断、局面を強いられる場所になっただろうと思えます。このような飛び地は陸続きであってさえ連絡路、補給路を確保するのが困難だったろうと思われるのに、ここにこのように大きな川が流れていたとしたなら、その困難さは想像をはるかに超えていただろうと思われます。このような大きな川によって2つに分断された土地というのは、もともとが一つのステートとして存在するのが難しいのかもしれません。個人的には同意したくありませんが、歴史の流れの必要としては、このような地形では A ゾーンは青一色のステートとして存在できなくなり、黄色と黒というように分割、色替えされてしまうものなのかもしれません。その過程において人々の中には深い遺恨の傷が刻み込まれていくことになると思います。次回はこのサンプルを下敷きにして実際の歴史の流れを追いかけていこうと思います。今回は以上です。ありがとうございました。